飛べるかドン。はい、今日は、DRC の、ブラシレス14210オフロードトラックということで、こちらの商品をちょっと開封していこうと思います。で、この14210なんですけれど、割といろんな動画で紹介されているので、もうすでにご存知の方も多いとは思うんですけど、今回は僕の方でちょっと開封していこうと思います。まずですね、もう早速開けちゃおうと思うんですけど、入ってるものはもう基本的な RTR モデルなんで、全部入ってると思うんですけど、別梱包になってて、まず3セルの 2000mAh のリボバッテリーですね。これ多分中にも1個入ってるんで合計2個だと思います。で、こっちが、バッテリーの充電器と、またドライバーと十字レンチ、あとはボディピンですね。基本的なものがこれに入ってます。で、こっちにもう一個あった。これはなんだ？あ、これか。後ろにウィリーするんで、その分を支えるための車輪ですね。タイヤがついてます。で、これは形状からいくと多分ロアームかな？ロアームかアッパーアームか、壊れた時の修理部品かな、修理できるようにパーツが一緒に入ってます。これは嬉しいね。76キロもスピードが出るんで、当たりどころが悪ければアームの部分も壊れちゃうと思うんで、この部品はありがたいですね。はい。で、あとはプロポはね、割と軽いですね。軽くなってます。ここにタイヤが入ってる。予備のタイヤね。パドルタイヤが入ってるね。パドルタイヤが入ってるから、多分反対側にも同じようにパドルタイヤが入ってるはずです。よいしょ。はい、パドルタイヤが入ってて、これで一通りすべてですね。タイヤ、充電器、バッテリー、予備のパーツ、それから後ろのウィリーのためのタイヤタイヤかな。こんな感じで入ってます。で、もう一番最初に実感したのが、めっちゃ重いんですよ。重いって言ったらおかしいか。合成がしっかりしてるような感じ。まずね、ちょっとね、ボディ形状に穴がちっちゃいんでちょっと硬いです。これが、ちょっと硬いのがダメな人はちょっと穴を広げてあげるといいですね。で、これが、もう明らかに今までとは違う。走らせるのが楽しみな感じの、シャーシになってます。で、後ろはね、シャーシ自体はもう完全に金属製のものを使われてますし、ここのバーが入ってるんですけど、ここもピッチングっていうのかな、ここも、ちゃんとバーが入ってます。下の方にね、ドライブシャフトは見えてますし、動きも軽やかですね。で、もうねうちのラジコンよりも割と足回りがしっかりしてる気がする。もうオイルダンパーが4本とも入ってるので、今足回りも特に調整の必要もなく、しっかりとストッと落ちてくれる感じですね。で、ここに受信機が入ってて、ただこれ線を見るとね、三振の線なので、おそらく受信機も変えたり、プロポ、もちろんプロポを変えると受信機変わるんで、プロポをこのちょっと調整幅が少ないプロポよりは通常のプロポに変えることもできそうです。で、中身はもうブラシレスモーターのブラシレスアンプ
ブラシレスの ESC ですね。なんで、まあ、76キロというのがどこまで本当に速く走れるのか楽しみではありますけれど、まあ、ひとまず中身はこんな感じですね。で、あとタイヤ。もうタイヤはかなりゴム質がいい感じでしっとりしてます。で、適度に空気も抜けるんで、これでクッション、だいぶ衝撃を吸収するような感じになっているような気もします。で、あとこれちょっと見た目、動画で見ると割と大きく見えると思うんですけど、そこまで大きくないです。どれくらいかというとね、手元にあるのが、ここにね、ビリヤードの球があるな。並べてみようか。絶対分かりにくいよね。これで大きさ分かってくれたら、ちょっと楽しいな。これで大きさ分かったよっていう人がいたら、コメントください。はい。どうですか？ビリヤードのボールで5個半です。もう単純明快にね、A4 の紙ですね。これ A4 の紙を下に引いてみます。で、A4 の紙の上に乗せると、あらぴったり。もうほぼ A4 サイズですね。ということは、タミヤのタムテックギアかな。あれが A4 サイズだったんじゃないかな。と、ほぼ同サイズだと思ってもらって結構です。なので、同サイズの割に大きく見えるのは多分タイヤの大きさなんだと思うんですけど、ここに10分の1のオフロード用のタイヤがあるんですけど、六角ハブは一緒なんで、多分つきますね、これ。普通につきます。多分通常のホイールではまります。ものすごい違和感。これはひどいな。じゃあリアの後ろにこのウィリー、ここまでか。角度的にはここまで大丈夫かな。ウィリーの取り付けたんで、まあ一応ちょっと回してみます。70%？ 70% で、100%。結構ね、手がこんな感じで持っていかれる。力強いですね。で、あとは、これリミッターの解除ができるんで、これを5回かな？ 5回。5回押すとピッピッピっていう感じで、リミッターが解除された状態。で、これで 70% だと、今 70%。100% のリミッター解除前の 100% よりも明らかに解除後の 70% の方が早いですね。で、これが完全に 100% になると、これがおそらくマックス76キロなんだと思います。タイヤやばいね。タイヤ風船のように膨らむね。これはね、相当手が持っていかれたんで、だいぶウィリーしそうだな。まあちょっと今回の走行動画に関しては、ゆるラジ走行会ではレギュレーション通り2セルのバッテリーを積んで走らせてみて、で、あとは別で3セルの 11.1V のパワーとスピードを動画にしてますんで、そちらをご覧ください。では、行ってきます。はい、じゃあこれを今3セルが入ってるんで、これを外して2セルに変えます。これね、早すぎて
じゃあまずは 70% にしてみます。まずねちょっとちっちゃいジャンプ。おお、こんな感じ。70% でもねまあまあ早いですね。100% にしてみます。はい。2段ジャンプが無理があるか。とうとう禁断のリミッター解除。これ見えるかな。赤いボタンを5回押します。はい、これでリミッター解除。とりあえずこれ 100% は怖いから70にして、まずリミッター解除のこれが 70%。ジャンプ難しい。1回ぐらいきれいに飛びたいな。奇跡の1回。早っ。あんなことこれ2段ジャンプが無理がある。ちょっとの加速ですごい飛ぶ。いよいよ 100%。 ちょっとアクセル開いただけでウィリーする。飛べるか。ジャンプ台は通ったけどジャンプじゃないね。あそこから何メートル飛ぶのこれ。はい、今日は DRC さんの14210、開封から走行まで動画にしてみました。走行会では、2セルのバッテリーを使ったんですけど、他のホビーラジコンと比較しても全くスピードは見劣りしませんでしたし、あとタイヤを変えればもっと走れたんじゃないかなと思います。リミッター解除してからのジャンプはとんでもないジャンプだったので、しっかり笑わせてもらいました。これだけ速いんでいろいろ注意も必要とは思いますが、何が何でもスピードを出したいっていう方にはぴったりのラジコンじゃないかなと思います。で、今回は DRC さんより通常より安く購入できるクーポンをいただいております。そちらは概要欄へリンクを貼っておりますんで、よければそちらもご覧ください。それでは本日の動画は以上となります。また今後もラジコンの動画や自分の興味の持ったことや疑問に思ったことはどんどん動画にしていこうと思いますんで、よければいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。